皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、大阪の吉村知事が新型コロナウイルス対策として、ポビドンヨード入りのうがい薬が効果があるかもしれないというのを大々的に記者会見して発言したために、今市場ではイソジンの売り切れ騒動というものが起こっています。さて、この話題というのは一つ最初に結論を言っておかなければなりません。皆さん、イソジンを急いで買いに行く必要は全くありません。むしろ買わない方が良いかもしれません。お金の無駄という可能性の方がはるかに高いです。ですから今回はそのことについて少しお話をしていきましょう。それでは早速、吉村知事がどのような記者会見を行い、それによってイソジンが売り切れになっているのか関連ニュースを見ていきましょう。うがい薬で重症化予防、新型コロナ大阪府など研究。大阪府と大阪府立病院機構、大阪羽曳野医療センターは4日、新型コロナウイルス陽性の軽症患者41人に対し、ポビドンヨードの成分を含むうがい薬で1日4回のうがいを実施したところ、唾液中のウイルスの陽性頻度が低下したとする研究成果を発表した。同センターによると、41人は毎日唾液検体を採取し、PCR 検査を行い、4日目の時点でうがいをした患者の陽性率が 9.5% だったのに対し、うがいをしなかった患者は 40% だったという。府と同センターは今後、宿泊施設で療養する軽症、無症状患者計2000人の同意を得て、同センターによる臨床研究を拡大、ポビドンヨードによる重症化予防効果を検証する方針だ。重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある軽症患者への活用を視野に、医療機関への情報提供も行う。また、府民に対する呼びかけとして、発熱などの症状のある人、接待を伴う飲食店の従業員、医療従事者などは、うがい薬によるうがいを励行するよう求めた。臨床研究は今後、同センターの倫理委員会の審査を経る必要があるなど、まだ途中段階だ。吉村知事は4日の記者会見で、薬事法上うがい薬がコロナの重症化予防に効能があると大々的には言えないが、一人でも重症患者を減らしたいという思いで、研究論文がまとまる前に一定の効果が出た段階で呼びかけたと述べた。一方、薬局などでは4日午後、府の発表に反応した客が殺到し、うがい薬が店頭から消えた。大阪市中央区の薬局では、うがい薬イソジンが15本ほど売れ、在庫がなくなった。女性店員はいつもは売れても1日に3本、何が起きたのかと思ったと驚いていた。ポビドンヨードはヨウ素の酸化作用を利用した抗微生物成分、うがい薬に広く使用されている。製薬会社は、重症化予防の効果があると現時点では言えない塩野義ヘルスケアと一様に慎重だが、今回の研究成果は大変興味深い、明示という期待感も、需要に応じて生産体制を整えていくという。一番重要なポイントから言いましょう。まず今回の吉村知事の発表の中で重要なキーワードがあります。それは重症化予防というこの言葉です。つまり何が言いたいかというと、今皆さんこの動画を見ている方はほとんどが健康体だと思います。決して新型コロナウイルスにかかっていて病院に入院していて、そのような状態でこの動画を見ている方というのは私はいないと思います。ですから皆さんに言いたいのは、新型コロナウイルスにかかっていない人であれば、今回の話というのは全く無関係だと思ってください。吉村知事はうがいの励行という話をしていますが、今回のうがい薬の話というのは、新型コロナウイルスにかかった人が1日4回うがい薬を使って、それによってウイルスの増殖をある程度差し止めることができたので、症状が進行するのを防げたかもしれないという話なのです。ですから、新型コロナウイルスに対する感染予防という話は、今回のうがい薬とは関係がありません。ですから、新型コロナウイルスにかかりたくないなという人が、このイソジンのうがい薬を買いに走るというのは、全く意味のない行為だと言えます。むしろ、うがい薬を買いに行くという行為やお金をそのものが全て無駄かもしれません。そしてポイントの2つ目としては、このポビドンヨードの入っているうがい薬というものを常用していると、むしろ感染予防としては間違っているかもしれないということです。殺菌力が高いうがい薬ということもあって、確かに悪玉のものについても倒すことができるのですが、同時に常在菌と呼ばれるような人体にとって無害なものについても同時にやっつけてしまいます。つまり口内環境が非常に荒らされてしまうのです。ですからそれによってうがい薬を常用するようなことが感染予防ではなく、むしろ感染しやすい環境を
自分の体内に作り出してしまう可能性があるのです。そもそもこの話の肝というのは重症化予防の効果についてもしかしたら効くかもしれないという話であって、決して感染予防として効果があるという話ではないのです。ですから間違った形で話を聞いて感染予防に効果があるこのうがい薬を買わねばといった形で新型コロナウイルスにかかっている予兆など全くないような人が急いで買いに走る必要など全くないのです。それこそ新型コロナウイルスにかかって入院してその後でこれを使うかどうかというのはお医者さん任せの話であって、患者さんがどう判断するかという話ではありません。ですからニュースなどで取り上げられてこのイソジンのうがい薬が欲しいと思っていても、そこは冷静になって買いに走るのを思いとどまってください。そしてポイントの3つ目というのは、この重症化を防ぐかもしれないという話についてもまだまだ研究の途中であり、決して結論ではないということです。もしもあなたの周りでこういった話を聞いて、私も何としてでもイソジンを買わねばと様々なお店を駆けずり回って何としてでも買おうとしている人がいたら、ぜひとも止めてあげてください。最後に少しだけ余談。こうした新型コロナウイルスに対して効くかもしれないなという話はこれまでも多数出てきました。しかしそれらについて本当かどうかというのは、最終的には治験を行って、その治験の結果としてこうなりましたよという結果が出るまでは確定するものではありません。ニュースを聞いてこれは急がねばというふうに思う方もおられるでしょうが、そういった時にこそ冷静になって、このニュースの中身というのは一体何なのかなというのを一度立ち止まって考えてみるということが必要でしょう。こういったニュースはそれぞれの人の理性がどれほどのものなのか試されている、そういったニュースでもあるかと思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。